was quietly protective of my heart to reassure that it couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. こんにちは、IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。2月10日に IKEA 港北店に行ってきました。リバイバルシリーズすごい人気みたいですね。今映ってるものは違うものですけども、チェアが特に人気みたいですごい買うのが大変みたいです。電話やチャットですと他店舗のものも購入することが可能ですので試してみてください。配送キャンペーンがいよいよ始まりましたね。4月8日までとなっています。インスタで皆さん何買いますかってアンケートしたら、やっぱソーテルハムソファー買うって方が多かったですね。前回の動画で紹介したこちらの限定シリーズもすごく反響があってたくさんコメントありがとうございました。この8カバーめっちゃ可愛くないですか？ふにゃふにゃなみなみしてるやつ可愛いですよね。色味がねまた絶妙で可愛いんですよね。もうやめてほしいです。本当にもう今回も新商品を購入してきました。フォロワーさんからおすすめいただいてこのエコバッグ買ってみました。キャンバス地で珍しいですよね。しかも見てください、すっごく大きいです。 IKEA だとね結構大きい方がありがたいんですよね。でもいつものレジャーシートの素材と違ってこうクタッとなってくれるので電車の中とかねバスの中でも扱いやすいなと思いました。いつもおすすめありがとうございます。またぜひコメント欄で皆様が購入してよかったものなど教えていただけると嬉しいです。あと動画の後半は照明を紹介したいと思ってます。こちらはですねポテトチップスです。量めっちゃ多いんで気をつけてください。まずは新商品です。こちら何だと思いますか？はい、シンキングタイムスタート。あれでしょ、ドラえもんの手だと思いましたよね。この白い丸の方ね。2種類売ってまして値段はちょっとそれぞれ違うのでご注意ください。私は皆様にご紹介したいので2種類買ってみました。はい、ヒントです。売り場はこちらです。売り場はこちらなんでしょう。カーテンコーナーです。はい、ありました。こちらです。わかりましたか？いやなんか見つけた瞬間めっちゃ可愛いって言ってしまったぐらい、これすごい可愛くないですか？真ん中はですねマグネットが入ってましてパチンと挟めるようになっています。これがね冗談みたいにマグネットが強いんですよ。はい、皆さんもうお分かりだと思いますけどもカーテンのタッセルです。まずはドラえもんの手みたいなやつからつけてみたいと思います。めっちゃ可愛いですよね。意外とずれてこないんですね。びっくりしました。この磁力の強さ伝わりますかね。もう1種類の方もつけてみます。このカーテンも IKEA のカーテンでヒリアというカーテンです。私もめちゃくちゃこのヒリアのカーテン好きで家にあるカーテンはね今んとこ全部これなんですよね。はい、可愛い、めちゃくちゃ可愛いですよね。ちなみにこんな風にロールカーテン、ロールブラインドを託し上げるのにも使えそうかなと思って使ってみました。意外とこれ託し上げるのクリップとかだと重さがあるので難しかったりしたんですけども、これなら強力な磁石のおかげでまたすごい重さも軽いのでしっかり止めることができました。続きましては2月1日から値下がりになった商品を紹介します。 IKEA の定番ボックスバリエラーが値引きになっています。なんと生産終了っていう風にね書かれてました。これ生産終了ってやばくないですか？結構ボックスってね揃えたいって思う方が多いと思うので結構ショックですよね。右にあるピンクと緑のやつは全く同じサイズで同じ形状の違う、商品名で出てるんですよね。だからそれに置き換わるのかななんてちょっと思ってますけどもどうなんでしょうか。とりあえずね1個ね買って帰りました。こちらは1月から値下げになった商品です。これ結構いいんですよ。私購入してきました。ケーブルボックスなんですけどもめちゃくちゃ頑丈なんですよ。で大きさも結構ちょうどよくって作りもねすごくいいんですよね。何よりこのね頑丈さはねさすが IKEA だなって感じです。
でそこはこんな風にちゃんと穴が開いていて排熱性がいいようになっています。シンプルに壁になじませたいって方はこれおすすめです。ここのね隙間がねいい仕事するんですよ。ここね隙間が空いててずっとケーブルがねごちゃごちゃしてる場所があったのでそこに使いたいと思います。こちらねすごいなんでこんなケーブルがごちゃごちゃしてるかっていうと、このキッチンのカウンターのところにテープライトをつけてます。こちらのテープライトがすごくおすすめなんですけど、 IKEA の商品で光り方がブツブツしてないんですよわかりますか光り方がブツブツしてない、すごく綺麗なんですよね。でそれのスマートプラグを先端につけてまして、声で操作したり時間でねオンオフしています。そういうのもあってちょっとここにねケーブルが溜まってるのでこれをボックスに入れ込みたいと思います。はい、すっぽり入りました。すごいすっきりしましたし、ほこりよけになっていいなと思いました。こっからねケーブル出せるのがほんとこれいいんですよね、便利。これよく上に穴開いてるのあるじゃないですか。そうするとね上にポヨンってケーブルが出ちゃうんですけど、これね下向きに出せるのがすごくスマートで気に入っています。このテープライトは本当おすすめです。続きましてはこんなペンダントライトはいかがでしょうか。賃貸でも設置が可能なライトです。クリスマスシーズンに星をつけてた方いらっしゃいますか。 IKEA のこの星、このライトとコードを使って、ペンダントライトにしてみました。こちらはスクープの S サイズにクリスマスツリーをとかクリスマス用品を全部入れてます。意外と入るんですよね。でこれがコードセットと電球です。今回購入したのはこちらのシェードです。こちらがすごいねよくできてまして、ここにね、アダプターがついています。こんなぺったんこのね箱に入ってるのにこうね丸くちゃんとねすぐ綺麗にね組み立てられるんですよ。これがねすごいパチンパチンとはめるだけですごく簡単にできてすごく良かったですね。なんかぺったんこだったと思えなくないですか。すごいです。あとは電球をコードセットにつけていくだけです。こんな風にですね。もちろんたまたま家に IKEA のコードセットがあったのでそれ使いましたけども、別に何でも大丈夫です。結構いい感じじゃないですか。これちょっと下のねテーブルライトと喧嘩してますけども、ちょっとどっちかを飾ればいいかなと思いました。ちなみにですね試しにこのシェードでもやってみたんですよ。これは先に言っときますとちょっとね微妙だったものを紹介してますこのシェード自体はめちゃくちゃ可愛いんですけど、ペンダントライトにしようとするとちょっとうまくいかないことがありました。こちらはですねスタンドライトとして使うのが正解なのかもしれないですね。はい、では実際に飾ったところを見ていただきましょう。なんか下からねちょっとね見えてるんですよ、わかめちゃんみたいにいやもう惜しかったと思うんですけどね。電球かな。天井のフックはこちらを使っています。概要欄に詳しく載せておきます。もう一つシェードを紹介します。こちらをちょっとイメージチェンジしてみました。先ほどのシェードは大きさが3種類売ってまして大中小あるんですけど、こちらは大です。先ほど紹介したのは小です。こちらもですね同じ要領でパチンパチンとはめていくだけで丸くなってくれました。こちらは口金を大きいのを使いたかったので E26 ですね。 Amazon で買ったコードセットを使っています。概要欄に詳細は載せておきます。こんな感じになりました。結構良くないですか。でさらにさっきの、小の方を下に組み合わせたいと思います。使ったのはこちらです。別に何でもいいんですけど16センチぐらいで3本の腕が同じ長さにできれば大丈夫です。紐とかだと全部同じ長さにするのが難しかったんですよね。いい感じじゃないですか。これちなみに中にちょっと紙をね1枚挟んでます。そうしないと S 字フックの影が影みたいに映ってしまったんでこういう風にしました。続きましてはちょっと裏技的なテーブルランプをご紹介します。使いましたのはこちらです。ガラス製のカラフェです。ワインとか入れるんでしょうか。ガラスの質感がめちゃくちゃ綺麗ですね。真ん中がねちょっとへこんでんのもすごいおしゃれです。縁にゲルテープを、つけました。でその上に IKEA で売っているライトを設置しました。電池式のライトです。これは私はタコの中から拝借したやつですね。はい、でこの上に先ほどの一番小サイズのシェードを乗せるだけでございます。なんとポータブルランプになりました。
次回はですね、配送キャンペーンを利用して買い物したいと思います。最新のマストバイも紹介したいと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。